こんにちは、アンゴです。今回の話題はこれです。ドーン。自民党のデジタル本部が暗号資産の税率 20% を提言。実現するのか予想せよ。デジタル本部は日本の IT 化とデジタル化の戦略を主導してきた自民党の組織です。日本の IT 化の歴史を簡単に振り返ると、2000年までは日本は他の先進国に比べて IT 化が遅れていたので、政府は日本を世界最先端の IT 国家にするために、2000年に IT 基本法の制定と IT 戦略本部を設置しました。自民党内では e-Japan 重点計画特命委員会を作り、有識者にヒアリングをした上で経済効果のある規制改革を提言するなど、IT 化を促進するための取り組みを開始しました。その後、組織の名前は IT 戦略特命委員会に変更され、2019年にデジタル社会推進特別委員会、略してデジ特に変更され、2021年にデジタル社会推進本部、略してデジタル本部に変更されました。同じ2021年にデジタル庁が設立され、デジタル庁の初代大臣にデジタル本部部長の平井卓也議員が任命されました。つまり、デジタル庁は内閣、デジタル本部は自民党です。そして先日、2023年4月に自民党のデジタル本部が Web3 の推進に向けて直ちに対処すべき点と議論すべき点を記載した Web3 ホワイトペーパーを公開しました。よしだ Japan is back again。かつてこの国は Web3 の中心になりかけていた。疾風に傾訴を知る。誰もがデジタル資産を利活用する時代へ。ホワイトペーパーに記載されている直ちに対処すべき点は、暗号資産の国際的なルール策定、税制改正、DAO や NFT ビジネスのガイドラインや法律、トークンの審査、発行、流通のルール、消費者保護などいろいろあり、この中で最も注目されているのは税制改正です。注目されている税制改正の提言を確認します。一つ目だ。提言。暗号資産取引により生じた損益について 20% の税率による申告分離課税の対象とする。申告分離課税は、他の所得と分離して納税額を計算する課税方式です。株や FX の取引は申告分離課税で、利益に対して約 20% の税金がかかります。例えば、100万円の利益なら約20万円、1000万円の利益なら約200万円のように、利益の代償にかかわらず一律約 20% です。一方、暗号資産取引の税制は、雑所得または事業所得の総合課税です。総合課税は、他の所得と合算して納税額を計算し、所得が多くなるほど税率が上がる課税方式です。最高税率は所得税と住民税を合わせて 55%。例えば、給与所得と暗号資産取引の利益を合わせてプラス4000万円を超えたら2000万円以上税金を納めることになります。さらに、雑所得は損益通算ができません。例えば、今年1000万円の給与所得、暗号資産の取引でマイナス1000万円の損失を出したとき、損益プラマイゼロで課税ゼロにしたいところですが、損益通算ができないので1000万円の給与所得に対して課税されます。二つ目の提言だ。提言。暗号資産にかかる損失の所得金額からの繰越控除を認めること。繰越控除は損失金額を翌年以降の所得から差し引くことができる制度です。株や FX は繰越控除が認められていて、例えば株取引で去年はマイナス1000万円の損失、今年はプラス1000万円の利益だったら損益プラマイゼロで課税ゼロにできますが、これが暗号資産取引の場合、今年の1000万円の利益に課税されます。3つ目の提言だ。暗号資産取引に関する損益は暗号資産同士を交換したタイミングでは課税せず、保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とする。
暗号資産はビットコインをイーサリアムに変えるなど暗号資産同士の取引をすることが結構あり、現在の税制は暗号資産同士を交換した時も損益の発生タイミングとみなして、暗号資産を交換するたびにいちいち日本円建ての金額を計算して損益計算をしなければいけません。以上のように、現在の日本の暗号資産の税制は他の国に比べて非常に厳しいため、それが税務申告を妨げ、納税者の海外流出の原因になっているとデジタル本部が判断し、税制改正を提言しました。以上を参考に税制改正が実現するのかを予想すると、時間はかかるが実現すると予想します。まず、暗号資産取引を申告分離課税にすることが難しい理由は、金の現物取引の税制を見るとわかります。ビットコインは希少性が高く現物で保管でき、金利や配当がない金融商品であることから、金と同じカテゴリーに分類されることがあります。なので、金の税制を見ることで暗号資産の税制改正の可能性をある程度推測できます。金の現物投資の税制は、譲渡所得、雑所得、事業所得のどれかです。つまり申告分離課税ではありません。金の現物投資を申告分離課税にしない理由はいろいろありそうですが、根本的な理由は国税庁などの政府機関が資金の流れを把握しづらく、いざという時に差し押さえることも難しいからと考えられます。一方、株や FX は政府に許可された業者が投資家の資金を管理しているので、政府機関が資金の流れを把握しやすく、いざという時に差し押さえることも簡単です。そのため、金などの貴金属の現物は、税制を優遇してまで国民に推奨する投資先にしたいとは政府は思いません。ちなみに、金の ETF や貯蓄口座は現物を保有できないけど、申告分離課税にできます。ビットコインはブロックチェーンに送金履歴が全て記録されているので、どのアドレスからどのアドレスに資金が流れたかを把握できますが、送金先のアドレスの所有者を割り出すのは難しく、プライバシーコインやミキシングサービスを経由すると、どのアドレスに送ったかさえわからなくなります。個人で保管している暗号資産を差し押さえることも難しいので、暗号資産は金と同様に税制を優遇してまで政府が国民に推奨する投資先にはならないと考えられます。ということは、デジタル本部は単に選挙対策で暗号資産の税制改正を提言したのかというと、そうとも限りません。なぜなら、暗号資産の投資家が期待している税制改正の一つが抜けているからです。それは何か？そうです。少額決済の非課税です。現在は買い物の決済を暗号資産でした場合、決済するたびに暗号資産の価格を調べ、損益計算をする必要があります。これだと決済に使いづらすぎて普及の妨げになるので、少額決済の非課税を要望する声が多いです。しかし、ホワイトペーパーには少額決済を非課税にする提言は記載されていません。その根本的な理由は、日銀総裁の上田氏の書籍を見るとわかります。これです。ドン！これがどんどん普及すると、日本銀行の負債が決済に使われなくなる可能性があり、日銀は金融政策を運営することができなくなります。つまり、政府は日本円と日本経済を守るために、暗号資産を日本円と同じくらい使いやすい決済手段にすることはできません。日本円は政府の信用の裏付けがあり、暗号資産は価値の裏付けが何もないから、少額決済が非課税になっても誰も暗号資産を持たないと思いそうですが、ビットコインは日本円とは比較にならないほど信用できる点があります。そうです。枚数です。ビットコインは発行上限と発行ペースが決められていて、どんな権力者でも勝手に枚数を増やしたり他人のコインを奪うことはできません。すでに発行上限の 92% が発行済みで、来年の半減期後は1年に 0.8% 前後しか枚数が増えなくなります。一方、日本円の流通枚数は異次元緩和によって爆発的に増え続けていて、通貨1枚あたりの理論上の価値はどんどん薄まっています。そのため、もし暗号資産が日本円と同じくらい使いやすい決済手段になると、インフレに備えて資産を日本円だけではなく暗号資産も保有し、いざという時の決済に利用する人が増える可能性があります。以上から政府は暗号資産の決済を非課税にすることができません。しかし、日本円を守るために
このまま厳しい税制で投資家や開発者を海外に流出させ、暗号資産の産業を衰退させたままだと、それが日本の国際競争力を低下させ、日本経済にマイナスの影響を及ぼします。それに気がついた自民党は、暗号資産を決済手段としては使いづらい状況を保ちつつ、暗号資産産業を衰退させないギリギリのラインの税制改正を提言した可能性があります。いずれにせよ、日本が国際競争で生き残るためには暗号資産の税制改正が必須であることに気がつき始めた自民党議員が増えました。以上が暗号資産の税制改正の実現には時間がかかるけど、いずれ実現すると予想する理由です。以上、自民党のデジタル本部が暗号資産の税率 20% を提言。実現するのか予想せよでした。この動画が参考になったらグッドシャンス。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆撃しそうなるところに探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。